1942年、昭和17年4月20日、航空機運搬を主任務とする特設空母春日丸が部下島沖に闘病、塗装も美しい新品のゼロ戦を運んできた。対南空搭乗員は待ちに待った機体を春日丸で受け取り、それまで旧式の96式艦船と使い古されたゼロ戦12機しかなかった対南空に新たに24機が配備された。新しいゼロ戦の受け取りは本格的ポートモレスビー攻撃の序章であった。対南空副長兼飛行長小園康名中佐は、新たな機体が配備されると日課手入れと呼んで連日の出撃を命令。太田の出撃回数、撃墜数が一気に増えていった。4月26日、ポートモレスビー攻撃任務第1次攻撃隊護衛ゼロ戦隊7機の第2小隊長に編成された太田は、6時、笹井中尉の海兵同期山口薫中尉に率いられて出撃。陸航隊とポートモレスビーを目指した。攻撃隊は迎撃を受けることなく敵飛行場上空に侵入。陸航隊が攻撃を始め、ゼロ戦隊は周囲を警戒。7時、敵迎撃機のないことを確認すると、山口中尉は地上攻撃を指示。駐機中の3機を破壊した。山口隊は1走者後 B45 機の接近を確認。7機対5機の乱戦となった。山口隊は激しい空中戦で3機を撃墜するも4機が被弾。太田は無傷で1機を共同撃墜。8時40分、全機が帰還した。4月29日7時、アメリカ陸軍第19爆撃飛行隊3機の B17 が来基地に来襲。出撃予定のなかった太田はゼロ戦に飛び乗り追撃。逃げる敵機を追いかけながら1時間以上攻撃を繰り返し、1月に重傷を負わされた空飛ぶ要塞の短期撃墜に成功した。5月2日、ポートモレスビー強行偵察制空任務。一飛走となった太田は笹井隊9機第2小隊2番機に編成された。指揮官笹井中尉は飛行学校を卒業してから半年に満たなかったが、下士官の助言を受け入れる度量の広さで素質を開花させ、個人撃墜数はもとより部隊撃墜数を驚くべき速度で増やしていた。5時25分、笹井中尉は多くの撃墜王を率いてラエを出撃。まもなく短期格闘戦の名手第2小隊1番機半田渡飛走長が機体不調で帰還。第2小隊は太田が率いた。笹井隊はスタンレー山脈を越えると高度を5000に上げ、ポートモレスビー上空を一旦通過。6時30分、海上で反転。日本軍基地、攻撃に向かうと思われる B171 機と護衛機、B25 1機と護衛機の2編隊合わせて15機を発見した。笹井隊は笹井中尉を除いた第1、第3小隊5機が1軍に向かい、笹井中尉と太田の第2小隊3機は別の1軍に突入。太田は挨拶代わりの第1撃の後、敵の2番機の背後を取り撃墜。ゼロ戦隊は隊列を乱した敵との空戦を優位に進め、笹井隊は太田の1機を含め8機を撃墜したが、葛西一匹兵を失った。5月7日、対南空は珊瑚海海戦に
中島少佐のゼロ戦11機を発進させたが、中島隊は限界を超え索敵を行い、前期ニューブリテン島ガス股に不時着。海戦に影響を与えることはできなかった。オーストラリア軍は各地にコーストウォッチャーを配置し、迎撃機が待ち受けることも珍しくなかったが、対南空の熟練はいち早く敵機を察し、戦闘が奇襲で始まることも珍しくなかった。ポートモレスビーに配備されたアメリカ陸軍、オーストラリア軍の戦闘機は、対南空が鰹節と呼ぶ P39 エアーコブラや P40 が多く、熟練搭乗員が操る加速性に優れたゼロ戦は、重く小回りの利かない両戦闘機との中高度域の格闘戦を得意とし、撃墜・撃破を重ねた。5月25日、捕虜とした敵パイロットからポートモレスビー大規模補充の情報を得た対南空司令部は、翌日の敵機前舷日課手入れを計画。5月26日、太田は5時30分から7時10分まで一直のラエ上空哨戒を終えると、河合隊16機第2中隊長笹井中尉の2番機に編成された。9時45分、ポートモレスビー攻撃任務に出撃。10時20分、河合隊はスタンレー山脈上空に敵影を確認。補充を済ませた敵は B174 機と P3920 機で日本軍基地を狙っていた。河合隊は作戦を変更。敵編隊攻撃を合図、ゼロ戦隊が一斉に襲いかかった。太田や笹井中尉、宮崎飛行長、西澤一飛曹、酒井一飛曹などで編成された河合隊は、前期無傷で P39-5 機を撃墜。太田は笹井中尉と共同で1機を落とし、敵編隊を追い払った。5月27日、ポートモレスビー攻撃任務。対南空司令部は、前日の遭遇戦を不十分とし、山下正夫大尉率いるゼロ戦27機に、連日の日課手入れを命じた。太田は第3中隊笹井隊、笹井中尉の2番機に編成され、8時50分出撃。10時5分、敵基地上空に侵入。前方にはスピットファイヤーと P39 合わせて約30機が待ち構えていた。山下隊は敵中に突入、暴れ回り、撃墜7機、不確実2機、前期無傷で戦闘を終え、10時30分、戦場を離脱した。戦後、酒井三郎氏は、対南空のサンバガラスと呼ばれた酒井一飛曹、太田一飛曹、西澤一飛曹の3人は、ポートモレスビーからの帰投中、中隊を離脱、セブンマイル飛行場に取って返し、敵基地上空で3機編隊の3回連続宙返りを行ったという話を紹介している。酒井氏の共著者、マーティン・ケイディンは、当時、ポートモレスビーにいたアメリカ兵から目撃談を聞いたとしているが、戦闘行動調書では3人は違う中隊に編成され、11時30分、前期がラエに帰還している。5月28日、ポートモレスビー攻撃任務。6時10分、太田は中島少佐率いる26機の第1中隊第3小隊長として3日連続の
ポートモレスビー攻撃に出撃。スピットファイヤー P39 合わせて20機と交戦し、無傷で P39、2機を単独撃墜、全機が帰還した。6月1日、病気をしてポートモレスビー攻撃に参加した宮崎義太郎飛行長が奇襲の敵弾を浴び空中爆発。12空から対南空まで共にした撃墜王がラバウルに散った。1942年6月5日、ミッドウェー島周辺で日米両空母部隊が激突。日本海軍は空母4隻と300機近い航空機を失う大敗北を喫し、制空権・制海権はアメリカ側に大きく傾いた。日本軍は珊瑚海海戦でポートモレスビー攻略が頓挫し、ミッドウェー海戦の敗戦でフィジー諸島、サモア諸島の攻略 FS 作戦を断念したが、ソロモン諸島、ガダルカナル島を拠点とし、失った空母の代わりとした米豪遮断を目指した。ポートモレスビー攻略の要地ラバウルはソロモン諸島攻略の拠点としてその重要性が一層高まり、ラバウル航空隊と呼ばれる対南空含む海陸航空隊がラバウルを支えた。6月も中旬になると、アメリカ・オーストラリア軍はポートモレスビーにパイロットと戦闘機30機ほどの増援を毎週行う支援体制を整えた。一方の対南空は衰えない敵に連日の出撃を繰り返し、大田や搭乗員の撃墜数は増えていったが、機体の補充はごく稀にわずか、実動できる機体は20数機となり、優秀な整備兵による保守が行われても、フル稼働のゼロ戦は消耗し、失うことが許されない貴重な機体は、経験の浅い搭乗員に託すことができず、負担のかかった熟練は疲労が蓄積、開戦以来の士官は些細注意だけとなり、名を馳せた下士官が一人また一人と散っていった。ラバウル方面は航空優勢こそ保っていたが、ポートモレスビーの攻略は進展せず、打開策として陸路による攻略の研究レゴー作戦を始め、7月21日、攻略の根拠地とするためブナに上陸、飛行場建設も始めた。8月4日、偵察機援護任務。8時30分、偵察機1機を護衛する004機の分隊長としてラバウルを出撃した大田は、12時、戦闘機が進出を始めた敵の新飛行場をラビに発見。ラビは計画だけでポートモレスビーからの反攻作戦が実行できないマッカーサー大将が前進拠点として日本のブナ進出に先立ち建設を始めていた。護衛隊は偵察機を分離すると地上攻撃を開始。3機を炎上させた後、離陸した P40-11 機と交戦。大田は単独で2機を撃墜。004機も無傷であったが、敵飛行場を探り続けた偵察機はどこからか現れた。P39、2機との遭遇戦目撃を最後に未帰還となった。ラバウル航空隊は建設が進む連合国新拠点ラビへの対応も必要となった。8月6日、ラバウル航空戦力増強の第2航空隊が0戦10号、艦爆16でラバウルに到着した。翌8月7日、
太田が編成されたゼロ戦隊がラバウルから新飛行場ブナに発進する直前、つらぎ沖に敵艦隊が現れ、ガダルカナル島に完成したばかりの海軍飛行場が奪われた。一報を受けたラバウルの日本軍司令部は、直ちに作戦会議を開き、対南空が護衛する四空一式陸港による敵艦隊攻撃を計画。太田は中島少佐率いる18機の第3中隊笹井中尉の2番機に編成された。7時50分、対南空と四空一式陸港27機がラバウルを発進。間もなく引き込み客不調の1機が引き返し、17機のゼロ戦は27機の一式陸港と片道約1000キロを南西に向かった。発進から3時間20分が経過した11時10分、ゼロ戦隊は右手にガダルカナル島、前方にサボ島、その奥つらぎ白地上空に黒点多数を認め速度を上げた。敵は待ち構えた約80機、戦争初期の優秀機、初の対戦となる F4F ワイルドキャット戦闘機が多数いた。護衛ゼロ戦隊は立ちふさがる敵機に突入、敵中を駆け回り全てを引きつけようとした。しかし4倍以上の敵の一部は対艦攻撃に向かう陸攻隊に襲いかかり、陸攻隊は敵襲と対空砲火で大きな被害を出した。太田は笹井中尉からつかず離れず攻撃を繰り返し、 F4F を単独で2機、共同で2機を落としたが、対南空は3機を失った。戦闘開始から1時間、12時10分、戦場離脱、追いすがる敵機との交戦を終えた太田は携行弾のほとんどを撃ち尽くしていた。15時30分、第1陣11機がラバウルに帰着。激戦後、順調に飛行しても3時間20分が必要であった。一番最後にラバウルに帰還した酒井一飛曹はキロガダルカナル島上空で敵艦上爆撃機編隊を5人油断して右前頭部に被弾。本土治療が必要となり、また一人熟練がラバウルを去った。8月8日9日、日本海軍はつらぎ沖の米豪艦隊に夜襲を仕掛け、第1次ソロモン海戦で軽微な損傷だけで敵従巡洋艦4隻を沈める大勝利を収めた。敵艦隊は被害拡大を恐れつらぎ沖から退避。ソロモン方面の作戦で損害を出していた対南空はガダルカナル支援を10日で一旦終え、ニューギニア方面の作戦を進めることになった。8月11日、対南空は発見しながら手をつけることができなかった敵新飛行場ラビを陸攻隊と攻撃。太田は笹井中隊第2小隊長として出撃。ラビでは笹井中隊6機が交戦し、3機が被弾、1機が不時着する激しい空中戦であったが、太田は P40 単独撃墜1機、共同撃墜1機、不確実1機の損害を与え、無傷で帰還した。8月20日、ヘンダーソン飛行場と名付けられたガダルカナル飛行場に F4F19 機と SBD ドーントレス12機が進出。アメリカ軍は航空基地としての運用を始めた。ラバウルの日本軍はガダルカナル島を中心としたアメリカ軍の航空優勢を防ぐため、翌21日からソロモン方面への攻撃を再開。
またニューギニア方面をおろそかにできない対南空は8月22日、派遣隊と2空ゼロ戦隊の一部を合同でブナに進出させた。8月23、24日、第二次ソロモン海戦、日本海軍は空母1隻を喪失、ガダルカナル島への兵員輸送も失敗。一方、アメリカ軍は開戦翌日の8月25日、物資と増援兵力を揚陸し、兵站においてガダルカナル島の戦いの勝敗は決した。8月26日、ガダルカナル攻撃隊援護任務。6時43分、笹井中尉を指揮官とした対南空9機が陸航隊を護衛してガダルカナルへ出撃。太田は編成から外れていた。14時45分までに3機が戻り、遅れて3機が帰着したが、3機が未帰還となった。そのうちの1機は笹井中尉であった。未帰還となった笹井中尉を慕う対南空の様子や数名の隊員の発言は残っているが、笹井中尉の2番機小隊長として多くの空中戦を共にした太田の心中を記すものは見つけられない。対南空はラバウル、ニューギニア方面からソロモン方面まで広範な範囲での活動が続き、敵との戦闘は激しさを増していた。これまでは非撃墜、未帰還機の少なかった対南空もその数が増加。機体と搭乗員は減少し、他の戦闘機体との合同作戦が増えた。対米戦争は開戦直後の勢いを失い、先行きに陰りが見え始めていたが、対南空の戦闘機乗りは明るく、苦境にあって士気は盛んであった。1942年9月13日、ガダルカナル偵察援護任務。4時30分、偵察機2機を護衛する稲野菊一隊率いる9機が強行偵察に出撃。太田は第3小隊大木一飛曹の2番機、3番機には撃墜数19機、20歳になったばかりの波藤和志3飛曹が編成された。8時、ガダルカナル上空に突入。前方には F4F 20数機が待ち受けていた。稲野隊は偵察機を分離し、倍以上の敵機に突入。激しい空中戦で8機を撃墜。太田も1番機大木一飛曹と2機を共同撃墜したが、若き撃墜王3番機波藤三飛曹が銃弾を浴び自爆。稲野隊は4機を失った。偵察を無事に終えて帰還した偵察隊は、ヘンダーソン飛行場の拡張、設備、戦力の増強を報告した。アメリカ軍のガダルカナル上陸後、日本軍はヘンダーソン飛行場の奪還を試みてきたが、輸送の妨害で十分な戦力を揚陸できず、上陸部隊は逐次投入、撃破されていた。大本営は10月終盤、揚陸戦力を充実させた総攻撃を計画。海上上空哨戒、ソロモン方面攻撃など作戦支援のラバウル航空隊は激務が続いた。10月15日、ガダルカナル島揚陸船団上空哨戒任務。太田は合同戦闘隊0戦17機の三直中隊第2小隊長に編成され、6時部下を出撃。8時30分少し前、合流地点に接近した太田の前方では、100機近い敵機と先発ゼロ戦隊が日本船団の上空で乱戦を繰り広げていた。三直中隊は
増走を捨て速度を上げ、8時30分、乱戦に割って入った。ゼロ戦隊は6機を失いながら、不確実含む25機を撃墜し、太田も艦爆撃墜1、飛行艇共同撃墜1、F4F を大破させたが、日本船団は大きな被害を出し、ガダルカナル島への輸送はまた不十分な結果に終わった。10月18日、ガダルカナル島攻撃、陸航隊護衛任務。大野武義中尉の2番機に編成された太田は、7時、対南空6機、3空3機で出撃。まもなく、大野中尉は機体不調で引き返した。10時30分、ゼロ戦8機と陸航隊がガダルカナル島上空に突入。10時45分、F4F20 機と空中戦となった。ゼロ戦隊は5機を撃墜。太田は単独で2機を撃墜したが、対南空1機が未帰還となった。10月21日、ガダルカナル島攻撃、陸航隊援護任務。5時40分、三沢空陸航12機の護衛隊、大野中尉の2番機として、対南空9機と2空4機のゼロ戦13機でラバウルを出撃。大野中尉は高度6000でガダルカナル島に侵入。9時10分、第2、第3小隊の6機を陸航隊の護衛に残し、第1小隊3機で先行、敵基地上空に突入した。9時15分、ヘンダーソン飛行場からアメリカ海兵隊第212航空隊の F4F17 機が迎撃に現れた。第1小隊は敵中に飛び込み、太田は乱戦の中で7機撃墜のエース、テックス・ハミルトン準尉を照準に収め撃墜。この間にサッチウィーブでハミルトン準尉の支援についた。フランク・デュルーリー中尉に後ろを取られた。太田は敵を引き剥がす間もなく銃撃を受け、類敵型の風防の中に太田の飛行帽が舞った。黒煙を吹いた大田機は撃墜した F4F から脱出したハミルトン準尉のパラシュートを追うようにガダルカナルの密林に消えていった。3機で17機と空中戦を繰り広げた第1小隊は、大野中尉3番機に被弾はなく、陸航隊と護衛機は太田を除いて全機が帰還した。ラバウル移動後、補充が厳しい最前線で、太田機には被弾がほとんどなく、機体を傷めることもなかった。2番機編成時の太田は1番機支援に徹し、一度も1番機を失っていないことを誇りとしていた。太田最後の出撃を振り返った1番機大野中尉は、太田は自分の身代わりとなったかもしれないと口にした。太田の戦歴は初陣から11ヶ月にも満たないが、ラバウル移動後6ヶ月の出撃回数は61回、総撃墜数は36機を上回る。太田が海隊から所属し、ラバウル航空隊の中核として有名を馳せてきた対南空は、日本海軍の司法熟練搭乗員の多くを失い、太田がガダルカナルに散ってから10日、1942年11月1日、第251海軍航空隊と改称、対南空は消滅した。